私は志保、33歳の専業主婦。夫の健は、現在単身赴任中だ。夫に転勤の辞令が出たとき、私はついていく気満々だった。仕事はそっちで探せばよいし、現在子供もいない。だから、彼から単身赴任の提案をされたときは本当に驚いた。だが夫は、転勤は2年程度の予定だし、その後、子供が生まれた時のことを考えて、今は共働きでしっかり稼いでおきたい。そのためにも、お互い2年、将来の子供のために頑張ろう。そう言われてしまえば、私は納得せざるを得なかった。単身赴任先は、特急でも2時間程度の距離。当初こそ、毎晩のように連絡をくれたし、2週間に一度は泊まりで帰宅してくれた夫だったのだが、いつの間にか連絡が2日に一度になり、今月は一度も帰宅しなかった。仕事が忙しいらしい。今度、祝日もあるから3連休じゃない？久しぶりにどこか行かない？ああ、行きたいんだけど、仕事、そんなに忙しいの？先月も休日出勤してるって言ってたよね。休日はあるんだけど、持ち帰りの仕事もあってなかなか体が休めないんだ。忙しい中で私を気遣ってくれる夫。慣れない土地で必死に頑張っている夫の邪魔をしちゃいけない。夫にはリカさんという姉がいる。これは結婚の挨拶の際に分かったことだが、なんと偶然にも学生時代の部活の先輩だったのだ。顔を合わせた瞬間にお互い気がついて、結婚の挨拶そっちのけで盛り上がってしまったのはいい思い出だ。仲は良かったものの、卒業後連絡を取り合っていなかったのだが、このことを機に連絡先を改めて交換。それからというもの、当時以上に仲良くさせてもらっている。そんな義士は私たちよりも数年早くに結婚し、すでに第一子を出産。夫が単身赴任となり、休みの日は一人で過ごす私を気遣ってか、義士たちがよく遊びに来てくれるようになった。義士との楽しいおしゃべりも、懐いてくれる可愛い姪とも会えることも日々の楽しみになっていた。また今月も帰ってきてないの？まあ、そろそろ年末ですし、忙しいみたいです。もう、いくら仕事で志保ちゃんが優しいからって甘えすぎ。でもこうしていつもリカ先輩が遊びに来てくれるので嬉しいです。姪っ子ちゃんもね。義士が気遣ってくれるのは嬉しいが、今は夫のことを応援したい。夫が私を信じて一人離れた土地で頑張っているんだから、私は応援するしかないのだ。あ、そうだ。今度の連休突然行って驚かせてやらない？どうせ男の一人暮らし、まともなご飯も食べてないだろうし、久しぶりに志保ちゃんのご飯食べたら喜ぶって。そういえば、まだ私は一度も夫の単身赴任先に行ったことがない。でも、仕事で疲れているみたいですし、ちょっとぐらいいいじゃない。この子も電車乗せてあげたら喜ぶし。どうせ休日は疲れて寝てるだけなんでしょ？そうみたいですけど。じゃあ最終日のお昼頃なら、さすがにもう疲れも取れてるでしょ？そうしましょう。義士の企みは、私にとってはとても魅力的だった。チャイムを押し、夫の住む部屋に行くことを想像してしまう。まるで結婚前、付き合いたての時のようなドキドキ感だ。わかりました。行きましょう。行っちゃいましょう。イエーイ！予定の3連休は再来週だ。一応夫にそれとなく探りを入れておいたのだが、どうやら初日は休日出勤だが、その後2日は自宅にいるらしい。持ち帰りの仕事もあると言っていたが、短時間ならいいだろう。それから毎日、恥ずかしいぐらいに私はそわそわとしていた。どんな服を着ていこう、どんなメイクにしよう、夫はどんなご飯を食べているんだろう、何を食べたいかな。そんな浮き足だった日々はあっという間に過ぎ去り、今日はとうとうサプライズ当日。興奮気味に義士とおしゃべりしているうちに、あっという間に夫の単身赴任先の最寄りに到着。地図を確認すると、夫のマンションは駅から歩いてすぐらしい。姪と手をつなぎ、高鳴る気持ちを抑えながら早速マンションへと向かう。いきなりチャイムを押すつもりだったが、直前で義士が電話しようと言い出した。電話しながらチャイムを押すのどう？電話口で
驚く夫の反応が聞けるのは面白い。私は早速スマホを取り出し、夫へ電話をかけた。電話？珍しいね。どうした？どうしてるかなって。あ、ガチャンとひどい音がする。どうやら夫がスマホを落としたようだ。だがなぜか、夫の驚いたような声の後ろで、女性の声と子供の泣き声がする。すぐにガサゴソと拾い上げられる音の後、すぐに夫の声。ああ、ごめん。スマホ落としちゃって。なんか、誰かの声した気がしたんだけど、もしかしてテレビ？いや、今、姉と姪が来てるんだ。お姉さん、私と一緒にあなたの家の前よ。え？脇で聞き耳を立てていた義士の表情がどんどん引きつっていく。もうあと5秒もすれば彼の部屋の前だ。無言のまま私たちは夫の部屋の前に着き、迷わず義士がチャイムを押した。こちら側にも聞こえてくるチャイム音に紛れ、子供の泣く声がする。しばらく待たされたが、部屋の中で騒ぐような様子はない。ようやくガチャリと開いたドアの向こう側には、見知らぬ女性が立っていた。こちら、たけるさんのお部屋でしょうか？はい、そうですよ。たけるくんに何かご用ですか？私たちたけるの姉です。こんな綺麗な女性と、お姉さんでしたか？すみません。私たけるくんの彼女のまゆみです。上がってくださいという風に体を寄せるまゆみさん。にこりと笑い、先に部屋に上がったのは義士。後ろから少し遅れて私も部屋に上がる。社宅として借り上げている部屋は広くはないようだ。まゆみさんの後に続き、突き当たりの部屋に行く。そこには部屋の隅で棒立ちになる男性とベビーベッドにいる赤ちゃん。久しぶりに会った夫。今日のことをずっと楽しみにしていた。久しぶり。肩がびっくりと揺れるも、夫は何も言わない。もう、お姉さんが2人もいたなんて、なんで言ってくれなかったの？姉？何も知らず、にこやかに笑うまゆみさん。夫は私とも目を合わせず、義士に向き合う。何しに来たんだ？ずーっと仕事が忙しくて大変って聞いてたから、ちゃんと食事もとってないんじゃないかなと思ってね。義士に促されるまま、私は持っていたおかずを夫へ渡す。心なしか、受け取る手は震えているようだった。どうしてこんな優しいお姉さんたちのことを黙ってたの？私、ちゃんとご実家にご挨拶に伺いたいですってずっと言ってたんですけど、なんか照れてるのか、なかなか連れて行ってくれなくて。いや、違う。実家と仲悪いとかなんとか言っちゃって、こんなに優しいお姉さん2人もいるんじゃない。まゆみさんが肩で夫の肩をこづく。その様子は仲睦まじい、ただの新婚夫婦だ。それで、彼女のことは私たちに紹介してくれないの？彼女のまゆみだ。彼女？あらそう。その子は？私たちの子供です。おめでとう。子供がいるのにまだ籍入れてないの？たける？私はすぐにでも入れたいんですけど、彼が付き合って1年記念日に入れようって、記念日とか大事にしてくれるんです。幸せそうなまゆみさん。はあ、おめでたい。そんな優しいところあったのね。いや、違う。あ、そうだ。これからお昼ご飯にしようと思ってたんです。一緒にいかがですか？いや、それは。ぜひ、お手伝いするわ。どうやらまゆみさんは、おしゃべりが好きなようで助かった。こちらから聞かずとも、彼との出会いから何まですべて話してくれた。へえ、もうそろそろ付き合って1年記念なのね。そうなんです。夫の方をちらりと見るまゆみさん。子育てはどう？残業続きで大変って聞いてるんだけど、まゆみさんに負担かかってない？毎日定時上がりで、ちゃんと子育てや家事も手伝ってくれます。そうなの。はい。そもそも在宅勤務に切り替えてくれたので、ずーっと一緒にいられるんです。在宅勤務？いい時代よね。一通り食事も終わり、私たちはおいとますることにした。いつ私たちが爆弾を放つか緊張していたであろう夫は、
終始そわそわとしていたが、私たちは何も言わなかった。少しずつあの部屋から離れていくにつれて、頬に涙が伝わっていくのが分かった。ずっと今日が楽しみだった。きっと夫も同じ気持ちでいてくれると思っていた。だが彼は単身赴任が始まってすぐに彼女を作り、あろうことが子供まで作っていた。子供のことはともかく、彼女を作るのは事前に計画していたはずだ。だって、あの時私が単身赴任についていくのを彼は拒否していたのだから。ひどいです。なんでこんなことを。義士の胸でひとしきり泣いていた頃、義士のスマホが鳴る。盗み見ると、夫からの LINE のようだ。義士は画面を隠すわけでもなく、私にも見えるように通知をタップする。さっきのは違うから、あいつにうまく言っといてほしい。浮気とかじゃない。私も義士もポカンとする。アホか。何が違うと言うんだ。自分で言いなよ。何が違うか説明しなさい。義士の返信にすぐ既読がついた。浮気とか不倫とか、そういう大げさなものじゃないから。まゆみさんの妄想で、あの子は実の子じゃないってこと？成り行きで、付き合いたいとか、離婚したいとかそういうつもりじゃないんだ。結婚の約束は？そろそろ入籍予定でしょ？言葉に詰まったのか、すぐに既読はついたものの、返事は来なかった。一応ね、さっきの会話全部録音しといたから。義士がそんなことをしていたなんて知らなかった。そんな発想もなかった。私はしほちゃんの味方だよ。本当に最低な弟でごめんね。義士の声も震えていた。もう離婚一択しかない。あんな男の顔も見たくない。あんな男は私の大好きだった夫じゃない。離婚したいです。でも、それであのまゆみさんと幸せになるなんて許せない。あの様子を見る限り、まゆみさんはきっと何も知らない。もし私と離婚したら、まゆみさんには何も知らせず、何事もなかったかのように入籍するだろう。そしてその後は幸せな家庭を築くんだろう。そんなの絶対に許せない。自分の性格が悪いのは分かってる。それでも絶対に許せない。私だって子供が欲しかった。こんな風に抱っこしたかったのに。その後は義士に連れられて義実家へ向かった。事前に義士が連絡を入れておいてくれたらしい。温かいお風呂と食事を用意して待っていてくれ、私が入浴しているうちに義士が義両親に事情を説明しておいてくれたようだ。その後は単身赴任の経緯や今までのことを聞かれるがままに話した。しほちゃんの方に連絡来てる？スマホを見ると気がつかなかったが通知の点灯が、恐る恐る見ると夫からの LINE と着信だった。来てました。見てもいい？私はうなずく。正直一人で見る勇気も度胸もない。なんでいきなり来るんだよ。全部誤解だから。内容は義士に送ったものと同じようなものだった。義父が大きなため息をつく。あいつは何を考えているんだ。電話かけてみよう。でも、ここでスピーカーで通話して録音しよう。まだタケルの考えがわからないし。確かに、夫がどう考えているのか、どういうつもりなのか知りたい。不在着信に残る夫の名をタップし、スピーカーに切り替えた。しばらく着信音が鳴る。なかなか出ないのは、まゆみさんから聞こえないよう、離れたところに移動しているのだろうか。なんでいきなり来たんだよ。謝罪とか言い訳とか、低姿勢なモードから始まるかと思いきや、夫の第一声はそれ。さっき LINE で送ったじゃんそれ、とか、もっと他に言うことないの？とか、文句が口から出ようとするのを必死に抑える。そもそも今は別居中だし、別居中に何しようが関係ない。単身赴任のことを別居って言ってるの？別のところに住んでるんだから別居だろ。だからこれは別物だから。意味わかんない。まゆみさんと結婚するんでしょ？そんなことするわけない。離婚もしない。単身赴任が終わるまでの間の関係だよ。単身赴任が終わったら、すべてが元さやになれるってことね。電話口で夫が息を飲む音がする。スマホを囲む私たち4人、全員が
怒りで顔赤くしていた。岐阜も今にも机を叩く勢いで必死に耐えているのが伝わってくる。あと少しの間、単身赴任が終わったらすべて終わりにするから。その間、私に何を望んでるの？志保と真由美とも仲良くしていたい。はあ。体の奥から深いため息が出る。本当のため息ってこういうものなんだなと頭の隅で思う。あと少しの間じゃないか。いいだろ？いいわけないだろ。ふざけるな。我慢できなくなったのか、義父が怒鳴り声を上げた。静まり返ったその時、義士がゆっくりと通話を終了させてしまった。次の日、私はしばらく休みをもらうために直属の上司に連絡を入れた。引き継ぎだってしなければいけない。今日の仕事だってある。社会人としてこんなことは許されないのは分かっているが、申し訳なさいっぱいで連絡した。ものすごく飽きられ、叱責され、ため息をつかれることを想像していたが、上司はすべてを聞いてくれた。上司は私の入社当時からずっとお世話になっている私の教育係だった人で、すべてを教えてくれた人だ。そんな人の声を聞いたら安心してしまったらしい。上司だって仕事があるだろうに、朝の忙しい時間にもかかわらず、せかすでもなく聞いてくれた。わかった。しばらく休め。ありがとうございます。申し訳ありません。仕事のことは気にするな。お前の仕事は俺が指示した仕事だ。任せとけ。全部終わらせてすぐに戻ります。すぐに終わる問題でもないと思うが、当てはあるのか？当て、俺も昔嫁さんに浮気されて離婚したんだ。え？本当ですか？こんなことで嘘ついてどうするんだ。その時、上司から紹介された弁護士に助けてもらったから、後でその人に連絡しておく。助けてもらえ。弁護士なんて、とてもハードルが高く感じる。たかが離婚、証拠も揃っているし、本当に必要だろうか。揉めたら、お願いしようと思います。もうすでに揉めてるだろ。離婚をもう決めているなら、すべて弁護士に任せた方がいい。その後、私は準備を進めた。もちろん、離婚の準備だ。あれだけ欲しかった子供が、今となればいなくてよかったと思う。とにかく、今の私は気兼ねなく、夫へ離婚を突きつけられるだけの準備も覚悟もできた。あれ以来、夫とは全くやりとりはしていない。たまに通話や LINE が来ているが、すべて無視している。義士の方にも、取りなしの依頼が来ているらしいが、同じく義士も無視。義両親が事情を知っていることを分かっているはずだが、義両親へは何も言ってこないあたり、自分に非があることを多少は分かっているのかもしれない。今日、私はまた夫に会いに行く。私と義士、そして義両親とで夫のマンションへと向かう。今日は平日、事前に調査した結果、夫は在宅勤務とはいえ、週に一度は出勤しているらしい。それが今日の火曜日だ。真由美さんは、現在育休中のため、ずっと自宅にいるはず。買い物等に行くときは、子供は在宅中の夫に任せ、一人で外出するので、火曜日は終日、自宅にいるはずだ。弁護士に言われ、1週間更新所に張り付いてもらったおかげで、いろいろな情報が集まった。真由美さんは本気で、夫が既婚者だとは思っていないようだ。それにあの部屋が社宅で、今現在期間限定の単身赴任中ということも知らない様子。あの周辺の保育園の資料を集めていた様子から確実だろう。そう考えると、真由美さんは本当にただの被害者だ。このままおとなしく私が身を引けば、真由美さんが不幸になることはないかもしれない。あの小さな赤ん坊も、離婚を決め、今日まで準備してきた間、何度もそう思い返し悩んだ。真由美さんに全てを知らせるのは、私のわがままかもしれないと。あの日と同じようにチャイムを鳴らしたのは義士だ。部屋の奥から真由美さんの声がする。はーい。あれ？お姉さん方、今日はどうしました？来客が私たちとわかるとすぐに柔和な笑顔で私たちを出迎えてくれる。今はその表情に罪悪感しか抱かない。後ろの方たちは？私たちの肩越しに義両親を見つけたようだ。両親よ。嘘！はじめまして。私、たけるくんとお付き合いさせていただいています。真由美と言います。
ペコリと頭を下げるまゆみさんに、義両親は何も言わない。私たちの重苦しい雰囲気に当てられたのか、まゆみさんも怪げな様子だ。お部屋にあげていただいてもいいですか？はい。事前にアポも取らず、4人で押しかけてきた私たちを渋りつつも部屋にあげてくれた。はじめまして、タケルの父です。母です。ご挨拶遅くなり申し訳ありません。今からする話は信じられないかもしれません。そう切り出し、私はすべてをまゆみさんに話した。最初こそ、何かのドッキリですかと苦笑いを浮かべていたが、話を進めるにつれ、どんどんと青ざめていった。私はなんてことを。誰に言うでもなく、そうつぶやいて、まゆみさんがその場にへたり込んでしまった。私と義士で支え、ソファーに座らせる。あなたも被害者です。私はあなたを責めに来たわけではないんです。じゃあ、どうして黙っていてくれなかったんですか？震えながらも、まゆみさんの声には怒りがこもっていた。もう私には子供もいるんですよ。そんなことは100も承知だ。そしたらすべてがうまくいっていたのに。そうかもしれませんね。はっとした顔で私を見つめるまゆみさん。違うんです。ごめんなさい。気が動転して。ごめんなさい。その気持ちは痛いほどわかる。まゆみさんの場合、子供までいるんだから不安でしょうがないだろう。両親を呼んでもいいですか？もちろん。調査の結果、まゆみさんの実家が近いということは分かっている。連絡をすればすぐにでも飛んでくるだろう。予想通り、まゆみさんから連絡をもらい、すぐに2人は部屋に駆けつけてきた。どうやら夫は結婚の挨拶まで済ませていたらしい。両親が到着してすぐ、私たちが再度事情を説明する。まゆみさんの父親は、義両親を睨みつけた。これは結婚詐欺だ。お宅の息子さんのしたことは絶対に責任を取ってもらう。はい、愚息が大変ご迷惑をおかけし申し訳ございませんでした。義両親は静かにその場に膝をつき土下座をする。まゆみさんのご両親の怒りももっともだ。今から彼もここに呼び出します。そう宣言し、あれ以来初めて夫へ電話をかける。もしもし？やっと連絡が取れた。もうすぐ単身赴任も終わる。そしたらすべて終わらせて、そっちに帰るから、元通りになろう。まだそんなことを考えていたの？バカね。スピーカーで部屋中に響く夫の声に、まゆみさんはさらに号泣。今どこにいるんだ？何の声だ？さっさと帰ってきなさい。今あなたの部屋で待っているわ。それだけ伝え、通話を終了させる。おそらく飛んで帰ってくるだろう。どれだけ急いだのかは知らないが、大汗をかいて部屋に飛び込んできた夫も、よもやここまで勢揃いで待ち構えていられるとは思っていなかっただろう。どうしてまゆみさんのご両親がいるのかって？すべてご説明したからよ。すべて？決まってるじゃない。あなたは既婚者で、まゆみさんに独身と嘘をついた上で、不妊期間が終わったら捨てるつもりだってことよ。呆然とする夫を睨みつけ、まゆみさんの母が思い切りビンタをする。今の話は本当なの？突然ビンタされた衝撃から、驚きからか、夫は頬を押さえてその場にへたり込む。本当なのかって聞いてるんだ！そんな夫を蹴飛ばし、まゆみさんの父が馬乗りになり、胸ぐらをつかむ。何か言ったらどうなんだ？お前は、娘を騙したのか？違う。みんな誤解している。誤解です。声を上げる夫の頬をまたまゆみさんの父が殴りつける。ねえ、全部嘘なんでしょ？私はちゃんと信じてるから、違うって言って。まゆみさんの必死の懇願に、夫の目が潤む。お前が泣いてどうするんだよ、と思わず舌打ちしてしまった。ねえ！すみません。結婚してました。嘘でした。観念した夫の告白。まゆみさんも限界のようなので、そちらの話し合いは後日ということになった。4人の退出を見送り、私はまた夫へ向き直る。じゃあ次は私の話ね。離婚よ。夫へ書類ファイルを手渡す。中身は離婚届と慰謝料請求の文書だ。
だから離婚なんてしない。もう今、まゆみはいなくなったんだから、いいだろ？何が嫌なんだ？あなたに選択肢があると思うの？言っとくけど、今回のことはあなたの職場にも相談済みよ。ぎょっとした顔をする夫。単身赴任先の社宅で浮気相手を連れ込んで同棲だなんて許されるわけがない。弁護士経由で夫の会社へ抗議した結果、夫への事情聴取後、処分を検討するとの話だった。何がそんなに嫌なんだよ。もうまゆみとは別れたんだ。全部解決だろ。そうね。この離婚届と慰謝料の誓約書にサインしてくれれば解決ね。だから、俺は絶対に離婚はしない。もう話してても無駄ね。あとは弁護士を間に挟むわ。その後、弁護士さんに全てをお任せした。どうやら、まゆみさん側は、夫を結婚詐欺として被害届を提出。夫はそちらの対応でいっぱいいっぱいで、私との話の決着がつくには少し時間がかかりそうだ。まあ、子供までできてしまったまゆみさんに少しでもいい結果が残るように祈っておく。しばらく後に、夫から慰謝料の振り込みを確認したため、私は事前に預かっていた離婚届を提出。最後の最後まで元夫はごねていたようだが、弁護士の説得のおかげだ。上司の勧め通り、弁護士を依頼してよかった。私への慰謝料請求で財産分与分も使い果たし、すっからかん状態な元夫。そんな元夫にも容赦なく、まゆみさんからの慰謝料請求、養育費の請求はのしかかる。結婚詐欺の方は示談で済ませることにしたと聞いた。その方が、元夫は会社を解雇にはされないし、今後の支払いのことを考えると、賢明な判断と言えるだろう。いくら会社で責められようが、罵られようが、冷たい目で見られようが、これで元夫は会社を辞めるわけにはいかない。単身赴任から戻った後は、本社で昇進が約束されていた夫だが、今は地方に飛ばされ、倉庫で仕事をさせられているらしい。退職したくともできない、逃げられない支払いに、元夫はこの先ずっと苦しめられることになるはずだ。あれだけのことをしたのだ。義実家全員がもうタケルとは縁を切る方向らしい。もうこれでタケルを助けてくれる人もいなくなった。今頃、自分のしたことを後悔しているのかどうかはわからないが、私は手に入れた自由を満喫中だ。